おはようございます。たかしです。本日は5月10日金曜日、ただいま8時29分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も陽線で終えております。現在冷やしではここの赤いライン、週足の水平線だという話をしておりましたが、その辺付近まで昨日は上昇してきて、今本日はそこから下落で始まっておりますね。ちょっと見にくいんですが、こんな感じです。今はこの水平線が意識されて、本日は一旦下落で始まっております。ただここからどんどん下落するかどうかっていうのはわかりませんので、今は基本的には上昇トレンド中です。GMMA の青帯が上向きの上昇トレンドで、ここのところ連続でずっと上昇してきたので、本日は一旦の調整をしてもおかしくないかなと思っておりますので、本日は冷やし単位で陰線になってくる可能性は考えておきたいです。ただストキャスティクスは上昇中ですので、陰線になると見せかけて上昇していくっていうことも考えられますので、その辺はご注意ください。では4時間足です。4時間足現在は GMMA の青帯の上に入ってきましたね。昨日の動きを見てもわかるように、この GMMA の青帯を一昨日に上抜けてきたんです。そして昨日はそこに2度押しをつけての上昇になってきております。このまま上昇していく可能性もあるんですが、先ほどの週足のラインっていうのがこの辺に通っておりますので、そう考えるとやはり本日は一度下方向を考えておいた方がいいのかもしれませんね。ストキャスティクスも高値圏にありますので、基本的にはストキャスティクス高値圏にあると、ここからは調整の下落をしやすい。つまりチャートとしてはじりじりと下落してくるみたいな、そういう動き方をしやすいところにはありますので、本日は朝から少し強みには下落はしてきておりますが、この下落が GMMA の青帯ぐらいまでもう一度下げてくるのか、そしてそこでサポートされて上昇していくのか、そこを下抜けるのかっていうところに注目です。基本的には今 GMMA の青帯を上抜けてきてますし、昨日のこの下髭なんかを見ていても上昇しやすい試合ではあるとは思いますが、また GMMA の青帯は横ばいですので、ここでのレンジということも考えられますので、GMMA を下抜けたり上抜けたりというそういう分かりにくい動きに移行してくる可能性も考えておきたいですね。まずはストキャスティクスが高値圏にありますので、この過熱感を解消に本日は調整の下落をするんだというふうに思っておくと、次の押しを開えるかもしれません。では1時間足です。1時間足は今まで結構分かりにくい動きをしていたんですね。じりじりと上昇してきた。昨日も一昨日もそうなんですが、じりじりと上昇してますね。本日は今1時間足の GMMA にサポートされるような、そういうような動きになってきております。昨日も1時間足の GMMA で綺麗にサポートされて上昇してますので、本日もここから上昇できるのかっていうところを見ておきたいんですが、先ほどの4時間足の GMMA までの押しをつけるのであれば少し深めに入ってくるかもしれませんね。昨日の安値ぐらい、194円ぐらいまでの下落は考えておいてもいいかもしれません。もちろん1時間足の GMMA を下抜けてくると、今までのこの上昇トレンドを崩してくることになりますので、そこからは下落方向に動きやすくなるかもしれませんが、1時間足の GMMA を下抜けても4時間足の GMMA がすぐ下にありますので、4時間足の GMMA と1時間足の GMMA で挟まれるような分かりにくい動きをしてくる可能性も考えておきたいです。そしてこのまま上昇が続いていった場合は、次目指してくるのはこの赤い水平線になりますので、195.8 付近を目指して上昇する可能性も同時に考えておくといいと思います。GMMA の青帯を下抜けると下落しやすくなりますが、GMMA の青帯でサポートされている間は 195.8 付近を目指して上昇していく可能性を考えておきたいです。では次はドル円です。ドル円昨日のローソク足は上髭も下髭も出ているこの実体のないローソク足になっておりますね。ですのでここからは本日は一旦下落方向に向かうかもしれません。この形が出てくるとここからトレンド転換をする可能性もあります。ただストキャスティクスは今上昇中ですので、基本的には以前から言ってますが GMMA の青帯上向きの上昇トレンド中ですので、現在下落してきたとしても調整の下落、そこからの再び上昇というところを考えておきたいです。ただこれ以上上昇してくると為替介入警戒感が高まってきますので、そこはご注意ください。
では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯を上抜けてきて、そこに押しをつけに行くようなそういうタイミングと考えております。もう少し下落余地はありますので、本日もう少し下落してくるかもしれませんが、GMMA の青帯付近では再び上昇に転換する可能性も考えておきたいですね。もちろん GMMA の青帯を下抜けてくると、次は152円とかを目指して下落してくる可能性がありますので、本日は GMMA の青帯でサポートされるのか、ここを下抜けてくるのかっていうところに注目です。基本的には4時間足下落トレンドを作っておりますので、これ高値を切り下げてきてますよね。この為替介入からずっと下落トレンドに入っておりますので、この下落トレンドがここ継続して再び152円を目指してくる可能性もありますので、その辺の動きに注目したいですね。では1時間足です。1時間足も下落トレンドだっていう話をしておりました。この緑の矢印の動きですね。そしてそこから黄色丸の高値を超えるまでは基本的には目線が下で下落トレンドが継続という考え方ですので、本日のこの下落っていうのはその下落トレンドに戻っていくような動きになってくるかもしれません。ただし今下落していっても先ほど4時間足で言ったようにすぐ下に4時間足の GMMA の青帯がありますので、そこでサポートされて再び上昇していくということも考えられるので、現在地付近からあまりどんどん売っていくのは優位性がありませんね。どちらかというと、例えば昨日の高値まで上昇してくればそこでのダブルトップでの下落を狙うとかならいいんですけれども、今結構下落しきってますよね。1時間足ストキャスティクスも安値圏にありますので、そこはご注意ください。ここからどんどん下落していくかもしれませんけれども、その場合はまずは1時間足の GMMA の下に潜り込んで、次の上昇が GMMA でレジスタンスされるような動きになってくれば、そこからの下落が考えられるんですが、現時点では上昇トレンド中の調整の下落と捉えられますので、まずは4時間足の GMMA でサポートされるかどうか、そこでサポートされなければ大きく下落していく可能性が出てきますので、その流れに短くついていけばいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら、月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。